今回の産業まとめ。研究者の倫理問題。性的犯罪も続出。中国に狙われている高級人材。韓国メディアヘラルド経済は、韓国最高の科学教育機関であるはずの韓国国家科学技術院、カイストが多くの事件で権威を失墜させていると報じました。この半年ほどだけでも、中国への自律走行車技術の流出や機材の横領、ハッキングによる個人情報流出、セクハラや売春など問題が多発しています。先日在職中の教授が未成年者売春疑惑で起訴され、一審に続き二審でも罰金刑となっています。教授はランダムチャットアプリで女性と知り合い、未成年者とは知らなかったと弁明しています。この教授は現在休職中ですが、最近職位解除されたと報じられました。また、指導する女子学生7人に対して8回わいせつ行為を行ったとして最高裁で実刑判決を受けた教授のセミナーが予定されていました。これはオンラインでしたが世論の反発に遭い、カイストは直前でセミナー開催を取り消したようです。昨年末、研究用ノート PC がハッキングされ、教職員や研究者など3600人の個人情報が流出したと報じられています。セキュリティ対策が不十分だったとされています。昨年9月には自律走行車の革新技術を中国の大学に所属する研究者に渡したとして教授が起訴されました。この教授は中国の海外人材誘致計画に参加したものの、この事実を隠して虚偽の書類を提出し、運営費を搾取した罪にも問われています。編集書簡。今回の概要。着々と技術を狙う中国政府。厳しく罰する韓国。日本のお粗末な対応。今回これを選んだのは別に韓国の最高頭脳養成機関の教授たちの倫理観に問題あると挙げつらったり蔑むつもりではありません。国家の特殊大学でエリートを育成する教育機関でありながら、情報セキュリティが甘かったり、技術流出してしまったと、こちらの方が問題です。まあ、総じて責任感の欠如という言葉でまとめることができるかと思います。とはいえこういったものは韓国に限ったものではないです。こうした様々な問題の中で、最も大きな問題は中国への技術流出ですね。これは千人計画と称されるものでしょう。読売新聞が今年の元日の一面記事でこれを扱って注目度が高まっています。日本では44人が関与していると報じられました。日本や韓国だけでなく、世界各国の技術知識が中国によってかき集められていることが分かっています。学問の自由だからといえばそうですが、中国は明らかに特定の技術に焦点を合わせて狙っているのを本人たちは全く知らないわけです。莫大な報酬をちらつかせてその誘惑にあっさり負けるわけです。そう、研究費と引き換えに機密に当たる情報を渡しているわけです。韓国の教授も革新技術ではないとしていますが、中国から厚遇を受けていることが明らかになっています。この研究自体もカイストが特許を保有しているライダーと呼ばれる距離測定技術であることが分かったようです。教授は別の研究であるかのように装ってこの技術情報を流出させたようです。カイストも問題で、教授はこの計画に参加してからも何の制裁も受けずに中国での研究活動を続けていたことが分かっています。韓国では産業技術保護法、不正競争防止法、業務上背任などの罪で起訴されています。中国は国家の壮大な計画と莫大な予算の下で技術知識の収集を行っています。規模的にこれに対抗できる国家はないでしょう。日本の研究者たちがこれにつられるのは、日本では研究費の確保が非常に困難であることが一つの原因です。それだけでなく、世界的な視点というのを研究者たちが持っていないことが挙げられるでしょう。多くの研究者は実社会に出たことのない非社会人。こう言うと語弊があるかもしれませんが、民間知らずの人間が多いわけです。それぞれの分野の中での競争にさらされてはいますが、外との関連という点においては疎い部分があるかと思います。まして学問の自由を標榜する人たちは、国家間の争いの重要性についても認識が乏しいことでしょう。さもなければこのような事態は起きるはずもありません。日本の場合は中国人留学生の進言によって千人計画に参加した人も多いと聞きます。
書類などはすべて留学生がまとめ、何もしなくても厚遇を受けることができたという人が大半です。要するに狙われているんだってば。莫大な報酬と中国での厚遇を受け、世界に役立つ研究を続けられると大喜びしているのです。実際は世界じゃなくて中国だけの役に立つんだけどね。何も悪びれることなくのうのうと生活していたでしょうが、読売新聞や保守系メディアによる追及が強まって今は多少息苦しいことでしょう。それでも巨額の報酬を得て苦労なく過ごしているんでしょうね。日本で学んだ知識を中国に売り払って。こうしたことが今も我々の身の回りでは起こっているということです。新型コロナウイルスや五輪の話題なんかで騒いでいますが、そんな中でも中国は着々と計画を進め、日本政府は把握すらしていなかったという、後手後手で効力の低そうな対策を打ち出していますけど、まあ、日本も相変わらず守りは甘いというのが露呈していますね。中国って怖いですね。ゆるりん、行ったらダメだよ。行かないし、昔はいろいろとお誘いあったけどね。全部断った。よかった。行ったら帰って来られなくなるかもしれないからね。まあ、日本も国賊に対しては帰って来られなくしてしまえばいいんじゃないかな。じゃあそういう人たちは一生中国暮らし？そのうち中国でもポイされて居場所がなくなるから海外を放浪することになるんじゃない。そしたらまた他の国に行っちゃうんじゃないの？技術を漏らし放題になっちゃうか。それも困るね。なんか今度から海外から研究費を調達した場合は報告を義務付ける制度を整えるらしいよ。それって当たり前じゃないの？じゃなかったらしいね。今まで何を考えてたんだろうね。政府も。開示してなかったってことは税金はどうだったんだろうね。研究費用は費用計上だから申告されていたかもしれないしそうじゃなかったかもしれないね。その他の厚遇についても大学教授とかがきちんと申告するかな。ちょっと怪しいよね。国税がコテンパンにすれば面白いけどね。まあ、もう目をつけてるだろうけど、関連ニュース出てこないかな。今のところないの？ないね。あったらまた読売が見つけて報道すると思うけどね。1000人計画って名前がすごいね。1000人優秀な人を集めるってこと？そんな感じ。韓国もカイスト版1000人計画をやろうとかって話も出てきてるよ。できるの？お金がなくて難しいんじゃないかな。でも中国よりはマシかもって行く人もいるかもね。日本もやったりする？いや、普通に国内のまともな人を育ててほしいよ。アメリカ南部での学校生活の話なんだけどね。小学生の時ってことね。そう。でね、日本人が珍しいのか、私結構モテてたんだ。このキャラが皆さんにどう映ってるかわからないけど、白雪さんって結構可愛い方なんですよ。今はあんまりモテないけどね。それはまあ、可愛いだけじゃね。その話はいいの。それでね、一人の男の子がね、毎日のように、ラブーって言ってくるの。ああ、そういうのあるよね。私もそんな感じのあったよ。あ、そうなんだ。でね、ランチタイムの時、給食をもらうためにみんなで並ぶんだけど、いつもその男の子が後ろに並んできて、Do you love me? って聞いてくるのよ。結構直接的に来るね。もちろんノーって答えるんだけどね。その後に悲しそうな顔して、You don't love me? ってさらに聞くの。つまりね、僕のこと好きじゃないの？って聞いてるのよ。好きじゃないよっていうつもりで、イエスって答えるじゃない？それは。そしたら、嬉しそうな顔して、Oh, you love me って言われるの。ああ、みんながハマるパターンだ。僕のこと、好き？ No。好きじゃないの？イエス。やっぱり好きなんだね。No。この繰り返しよ。好きじゃないの？って聞かれて、そうだよって言うと急に嬉しそうにするのがよくわからなくて、不思議だなってずっと思ってたんだよね。すごく後になってわかったんだけどね。英語の場合は、これ全部ノーって言わないといけなかったんだよね。そう。だから間違わないようにするには後ろの文まで言った方がいいんだよ。この場合はノー、
I don't love you だから No が否定で、Yes, I love you だから Yes だけだと肯定になっちゃうんだよ。イエスとノーだけは初めから覚えて使ってたのに、その使い方が日本と違ってて小学生の私には難しすぎたって話。これ、ビジネスの場でも大体問題になるんだよ。特にアジア系はね。だから何回も聞き直さないとドツボにはまる。そうなんだ。やっぱり小学生には難しすぎるよね。感覚で話してるからね。母国語の決まりに引っ張られちゃうんだよ。知識として知っておかないと。ゆるりん今でも間違えることある？ないよ。さすがに。否定の疑問形は私自身よく使うから間違えることはない。そうなんだ。さすがだね。ところでね、その子、金髪の可愛い男の子だったから嫌じゃなかったんだけどね。ふふふ。じゃあ今で言うツンデレ。そうだったのかも。